今回は私のスキンケアについて紹介したいと思います。まずはじめに私の肌質なんですけど、敏感肌、乾燥肌、赤みが出やすいです。特に寒くなってくると肌が外気によって刺激を受けてジンマシンが出てしまう寒冷ジンマシンというものにもすごく悩んでいて、皮膚科に行って対策を取ろうと思っています。そんな私の肌が荒れてしまった時のスキンケアについて今回はお話しします。実際に約1ヶ月前なんですけど、季節の変わり目で白ニキビが大量に発生してしまいました。治療のためにかかりつけの皮膚科に行って説明を受けた上で少し刺激の強い薬を処方されました。なんですが私にはその薬が合わなかったようで、使用3日で肌がパンパンに腫れてしまい、その後薬が塗れないほど荒れてしまったので再び皮膚科へ行きました。その薬を使用を中止して弱いステロイドで炎症の治療を開始しました。その間にどのようなスキンケアをしていたのかを紹介します。お肌に炎症が起きている時のスキンケアはすごくシンプルなものを使っていて、クレンジング、洗顔、保湿で使っています。まずクレンジングを紹介します。クレンジングはヤクルトの生きてるクレンジングを使用しています。ヤクルトと聞くと乳酸菌飲料を思い浮かべるかと思いますが、化粧品も販売されています。いくつか種類があるんですけど、その中で私は生きてるシリーズのクレンジングが気になって購入しました。選んだ理由は無香料、無着色、鉱物油フリー、パラベンフリー、アルコールフリーの文字に惹かれたからです。なんですがホームページで成分をよく見るとフェノキシエタノールという成分が配合されていて、あれアルコール入ってないと思って調べたんですけど、おそらく防腐剤としてナチュラルコスメにはよく配合されている成分のようで、肌への負担が少ない防腐剤のようです。今のところ肌トラブルは起きていないので問題なく使えています。このクレンジングを使って良かったなと実感している点は、クレンジング後の肌の突っ張りが解消されたことです。あと濡れた手でも使用できるのでとっても便利です。次に洗顔はセタフィルのジェントルスキンクレンザーを使用しています。お肌が荒れた時に一番気をつけているのが洗顔で、洗浄成分が強すぎると肌に逆にダメージを与えてしまうので、保湿成分の配合されている肌に優しい製品を選んでいます。この洗顔は石鹸成分フリーのジェル洗顔で、肌に必要なものは残して不要な毛穴汚れや古くなった皮脂などはジェルが吸収して優しくオフしてくれます。ナイアシンアミド、パンテノール、グリセリンが肌全体の水分を保って潤いのある肌にしてくれます。普段はこちらは朝のみに使用していますが、肌荒れが気になる時は朝も夜もこのジェル洗顔を使用しています。ちなみに最近購入したもので、夜はこのセタフィルフォーミングクリームクレンザーを使用しています。こちらは泡立てるタイプのクリーム洗顔です。配合されている保湿成分はこちらのジェル洗顔と同じで、それにプラスアロエベラの果汁が配合されています。なので今は朝はこちらのジェル洗顔、夜はこちらのクリームクレンザーを使用しています。次にスキンケアについてなんですが、肌荒れが気になる期間のスキンケアはなるべく成分がシンプルで保湿に特化している製品を使います。美容液やパックは炎症を起こしている肌にとって逆に刺激になる可能性があるのでお休みします。私が使っているクリームがセタフィルの保湿クリームです。こちらが無香料低刺激性パラベンフリーフェノキシエタノールは配合されています。こちらの保湿クリームも先ほどの洗顔と同様、ナイアシンアミド、パンテノール、グリセリンが配合されているので、潤いを閉じ込めてバリア機能をサポートしてくれます。普段はこちらは体のみに使用していますが、肌荒れが気になる時は体と顔も全身にこれ一つで保湿しています。この保湿クリームのいいところは、本当に肌が敏感な時って洗顔した水すら染みて痛いってなるんですけど、このクリームは肌が荒れてる時も全く染みたり刺激になることがないので安心して使えるところです。クリーム自体は保湿効果が高いのにみずみずしい感じのテクスチャーで、塗ってもすごくベタベタするってことはなくて、肌の内側がしっかり保湿されてる感じがします。お
肌の炎症が特に気になる期間は今紹介した製品を使いながら保湿メインでスキンケアをして、保湿をした後に処方された薬を塗って治療をしていました。1週間経つと少し肌が鎮静されてきて、腫れと赤みは落ち着いたんですが、ターンオーバーが正常にされていないのか肌がゴワゴワになってしまいました。なのでその後は肌のゴワゴワを治すためにセラミド配合のスキンケアを新調しました。セラミドは肌細胞をつなぎ止める接着剤のような働きをするので、バリア機能を強化するには欠かせない成分です。個人的にセラミドイコールエトボスってイメージがあったので、すぐエトボスの店頭に行って今の肌状態を BA さんに言っておすすめの化粧品をその場で購入しました。エトボスのバイタルスペリアラインです。このラインは肌本来の美しさを保つための働きをサポートしてくれる小豆種子とナイアシンアミドを配合しています。こちらがバイタルスペリアローション保湿化粧水です。こちらは敏感になったお肌を柔軟保湿するオイルインローションです。バリア機能が低下して硬くなってしまったお肌をほぐしてくれる柔軟保湿成分としてライ麦種子エキスが配合されています。オイルイン処方ということもあって化粧水よりも乳液に近いテクスチャーです。次にこちらがバイタルスペリアセラム保湿美容液です。ダメージの原因となる乾燥から肌を守ると同時に肌に触れた瞬間張りと弾力を感じられる濃密浸透美容液です。これ1本で美容液と乳液の保湿効果があるので時短にもなります。実際にこのバイタルスペリアラインを使ってから肌の表面だけでなくて内側もしっかり保湿されている感じを実感できました。肌の内側がきちんと保湿されないとバリア機能が正常に働いてくれないので、乾燥を根本的に治すという意味ではすごく私に合っている製品でした。でこれにプラステスターで同じシリーズのクリームももらって使ったんですけど、翌朝肌がふっくらしていてすごく良かったので購入を検討しています。次にイソップのブルーカモミールフェイシャルハイドレーティングマスク保湿パックです。こちらがお肌に水分を集中補給するフェイシャルマスクです。乾燥や赤みが特に気になる時に寝る前に頬を中心にこちらを塗って朝洗顔の時に流します。この保湿パックを塗ってから寝ると翌朝肌の赤みが効いていて肌の水分量がすごくアップする感じを実感できるので個人的に欠かせないアイテムの一つです。実際にもうこちらで3本目のリピート買いです。肝心の白ニキビは市販の薬で結局治りました。これがペアアクネクリームで、ネットでニキビの薬をいろいろ調べてこれがすごく口コミが良かったので実際に購入してみたんですけど、これを塗ってからみるみる白ニキビが減っていって今はもう完全に白ニキビは退治できました。私はこれを白ニキビが気になっていた期間は朝晩洗顔後に必ず塗っていました。スキンケアと同じぐらい大事なベースメイクについても紹介します。今はベースメイクもエトボスで揃えていてこちらの3種類を使っています。まず下地がミネラルインナートリートメントベースのクリアベージュを使用しています。これが表記に美容液化粧下地と記載があるんですが本当にその通りで、メイクをする時に肌の土台の部分が乾燥していたり荒れていたりするとうまくメイクが乗らないことがあると思うんですけど、こちらのベースは肌の土台を整えるためのケア成分をたっぷりと配合しています。こちらが3種類の人型セラミドが入っているので角層を潤いで満たしてケアする効果があります。本当にこちらをベースにしてメイクすると肌の乾燥が気にならなくなるので冬の寒い時期のベースにはとってもぴったりだと思います。こちらの下地が SPF31PA3+ なんですけど、私の肌が紫外線吸収剤でアレルギーを起こしてしまう肌なので紫外線吸収剤が入っていない商品を必ず選んでいます。こういった化粧下地だったり日焼け止めで多いのがメトキシケイキ酸エチルヘキシルがよく目につくと思うんですけど、そういったものが入っていないかを裏の成分表を見て必ず確認して購入しています。私は紫外線吸収剤がダメなタイプなんですけど、それとは反対で紫外線散乱剤の中によく入っている酸化亜鉛だったり酸化鉄でアレルギーを起こしてしまう方もいるので、自分のお肌にどの成分が合っていてどの成分が合っていないのかを極力私は調べて記憶するようにしています。
このトリートメントベースには酸化亜鉛が含まれているので、心配な方は店頭で1回テスターをもらって自分の肌につけて確認してから購入した方がいいかもしれません。同じシリーズのコンシーラーも使っていて、こちらがミネラルインナートリートメントリキッドコンシーラー SPF36 の PS3 プラスです。カラーはライトベージュを使用しています。チップタイプのコンシーラーでテクスチャーが硬すぎず柔らかすぎずで、私はこのベースを塗った後にこちらのコンシーラーで肌の赤みが気になる部分とクマの部分に薄く塗ってカバーしています。で、薄く塗る時の方法なんですけど、個人的に最近やっているのが、これ元はアイシャドウブラシなんですけど、このアイシャドウブラシで肌に薄く塗ると塗ってます感がなく自然にカバーができるので、このアイシャドウブラシみたいなこういう平たいブラシで薄く広げてカバーするのが最近の私のお気に入りの塗り方です。私はファンデーションを塗ると逆に肌が汚く見えてしまうタイプなので、このベースを塗って赤みが気になる部分だけコンシーラーでカバーして最後にパウダーで終わらせます。ミネラルリフティングスキンパウダールーセントエクリュ。今までは乾燥が気になるのでパウダーは本当におでこと鼻周りしか塗ってなかったんですけど、このパウダーを塗った時は本当に感動しました。私と同じような乾燥肌さんで普段パウダーは乾燥が気になるから塗らないっていう方がいらっしゃったら、是非このパウダーは使ってみてほしいです。エトボスのベースメイクは全て石鹸でオフできるんですが、私は最初に紹介したこのヤクルトのクレンジングで必ずオフをしています。